はい、こんにちは、しげおやじです。照明設備とかですね、外し方と、あと天井の剥がし方とか、そういった内容の動画ですね。あとは建具の引き手外したりね、そういったのですね。で、本来でしたら、この電気工事は電気屋さんとかにやってもらう方がいいんですけど、結局はクロス屋さんがですね、天井とか貼るときには、やることになるっていうことですね。なんか、コメントとかでですね、資格持ってねえと、外しちゃダメだよみたいな、なんか書いてあったりね。あと、一応電気屋さんの方からも、言われたことあってね、そういうことをやっちゃダメよみたいな。でも、結局は、クロス屋がね、やらないといけない状況というか、まあ、これが普通になってきてるんで、注意というか、どうにかしてほしいっていうね、意味も込めてこの動画を作らせていただきました。本当はね、一応我々クロス屋がやるべきことではないということですね、この作業は。本来だったら電気屋が、やって、ちゃんと資格持ってる人がね、やらないといけないってことですね。で、一応このシーリングファンっていうのも、これ、クロスそのまま貼ることってちょっと難しいの。無理やり貼ることもできるんですけど、この羽がね、くるくるぶつかってきてね、頭とか、剥がしの時もそうですけど、貼る時なんてね、もうすごい、動くから、一応マスキングテープでね、羽が動かんように止めたりしてやったりも、無理やりやったりするんですけど、一応羽の部分を外して、今回は剥がしをしてます。で、結構剥がれづらいね、厚めのもうカチカチにね、劣化して固まったクロスを今剥がしているところですね。で、こういう手強い時はですね、ちっちゃいスクレーパーっていうよりもでっかいもう床用のスクレーパーですね、オルファの、そういったので剥がした方が結構無理やり力技でね、剥がせるんで、そういったやり方してます。で、あと天井がモルタルの場合ね、このやり方が有効ですね。床用のやつというか、スクレーパーですね。一応概要欄にリンク貼っときますんでね、Amazon か何かのね、それ見て、もし欲しければクリックしていただければ、そんなところに飛べると思いますんでね。で、まあ、モルタル面でこれ、使えるよって言った理由がですね、石膏ボードにですね、で、こういう施工、剥がしのやり方したら、石膏ボードの紙まで剥がしてしまう時があるんで、そういった時にはあまり使えないんでね、なんかガリガリ削りすぎちゃうっていうか、でかいのはね。だからもう力技でやる場合は、こういう、スクレーパーですね。デカめのスクレーパーっていうか、ちょっと、柄の部分は短いんですけどね、そういったのでやっています。で、このシーリングファンの部分は、周りをこう切ってですね、中に差し込むって感じのクロスの貼り方にはなります。で、この時ガン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 って、この照明器具を傷つけないようにね、この既存置いてある、取り外してないところ。で、こういう剥がししたら必ずね、このハケでね、ペンキバケとか、ダスターバケとかで、この周りにくっついてるエアコンとかいろんなところにね、乗っかってしまった、この剥がしゴミをね、落としていた方が、次、貼る作業の時にね、すごく楽になりますんでね。そしたら1回で、床の掃除が、1回で終わるというか、そのために、私はペンキバケを持って天井を剥がしたら、ついでにこのペンキバケで、このダスターバケってあるんですけど、ホコリとかゴミを取り除くためのハケですね。そういったので、下に落としながら、この剥がし作業を進めていってます。そしたらね、次の作業が楽になるんで。で、剥がせるところは全部剥がしちゃうってことですね。もう、釘とか出てたらハンマーで打ち込んだりね。こういう大昔のもう壁紙が劣化しちゃうぐらいの、状況というか、築何十年とかのね、場合のリフォームの場合は、本当にこういうカチカチにね、くっついてるパターンが多いんで、クロスの方が。それを剥がすときには、こういうやり方が、これしかないのかなと思いますね。それからもう全面パテをして、貼る状態を作るというか。でもこっちの場合は結構厚めの材料でボコボコしてるんで、パテでやるよりも無理やりも剥がした方がいいって感じですね。
で、もう結構築年数も古い。結構あれなんですよ。こういう厚めの材料が貼ってあるってことはですね、下地がね、結構悪いっていう時が多いんですよ。最初の段階からね。どうせ厚い材料を貼るからっていうことで、モルタルとか、結構適当にやられてるというかね。まあ、これも一概には言えないんですけど、もしも自分が新築とかですごいこの極太のゴツゴツしたのをやるとしたら、大体もうある程度下地を拾ってね、つなぎ目部分とかで、まあ収めちゃうっていうことをやると思いますね。まあいくらね、綺麗に仕上げても結局は厚いボコボコの材料を貼っちゃうから、結局はね、同じというかまあどんなに手を入れてもね、結果綺麗に仕上がるんでね、どっちにしても。まあ本当だったら全力で、もう常日頃からフラットに、もう天井とかフラットにやるべきではあるんですけど、でもこっちの場合見ての通り、あれですね、この、モルタルが結構適当にやられてる、車管屋さんがね、天井仕上げの時に、やっぱり適当にやられてますね。それをクロス屋が一応頑張って、パテで幅広くパテ入れて、結構フラットには仕上げて頑張ってくれてるっていうこの結果がなんていうの見えてますね。結果っていうかこの歴史がね、このクロス屋さん頑張ったなみたいな、このボコボコのモルタルをよくフラットに収めたなっていうのがね、なんか見えて、頑張ったねってね、心の中で褒めてあげながらね、クロス屋さん大変だったろうなみたいな感じで思いながらやってますね。こうやってクロス剥がしてみると、いろんなクロス屋さんの歴史というかね、どんな人が貼ったのかなみたいな、なんかどういう施工したのかなっていうのが見れるんで、結構面白いですよ。こういうリフォームってね、こういうところでパテして逃げてんだみたいなね。で、まあ、あとは掃除してね、掃除するほうきのコツはね、一箇所にまあ集めて、どんどんまとめて拾っちゃうってことね。あとこうやって配線とかがこう出てる場合ですね。その配線、モール部分を外して貼ってもいいんですけど、まあ、どちらでも。今回の場合は、一応は指示を聞いて、元請けさんにですね。で、切れ目を入れて、モールはそのままっていうことですね。既存のモール。本当だったらこれもう、配線も全部外して、貼った方が早いんですけどね。まあ予算とかいろんな関係、新しいモールつけた方がいいと思いますけど、電気のモールね、配線を。で、こう、建具の引き手を取るときのやり方ですね。ギー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 っていうのは何なんだ、ラチェットドライバーか。ラチェットドライバーとかで外した方がいいですね。外して、それでトン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 って押し込んで、あれこれなんだか、そうか。溝がなかったから折ったんだ。ある程度、ラジオペンチで。で、それから、こっちもね、結構パンチ穴が開いてまして、建具のクロス貼るんですけど、そこに一応まあ硬化剤入れて一発下地のね粗埋めのパテを入れてます。なんかね、よくこういうとこねパンチする人多いですよね、本当に。なんでだろうね。自分こんなことやったことないからちょっと気持ちがわからないんですよね。なんでこんなことするんだろうって。たまにね、こういう建具とかってこういう段差がひどい時もあるんでね。一応見ながら、ご飯食べてる。まあ、いつも通り。納豆はね、いっぱい混ぜた方がいいって、まあ、テレビかなんかでやってたんで、納豆いっぱい混ぜて食べてますね。納豆は毎日食べた方がいいと思いますね。発酵食品はね。まあ、で、納豆巻きを作って食べるというね。きゅうりちょうどなんか安く売ってたのかな。安売りで買ってきて、それできゅうりを納豆巻き作って食べてます。海苔はね、くまモン海苔が一番美味しいな。今のところね、流行ってますね。で、野菜、お腹空いてきたな。まあ、ご飯ばっかり食べる映像ばっかりなんですけど、まあ、昼ご飯ね、あんまりね、食べないから、一気にね、夜食べアルフォート。アルフォートはミルクが好きですね。ファミリーパックでね、全部食べちゃうから、ほっといたら。だから、8個だけにしようって言ってね、自分で決めてね、全部食べたらちょっとやばいんでね。クロスやしげわじのいつもの動画でした。ポップコーン食べて。もし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。